古代中国最高統治者である皇帝は3000人の美女を集めた皇宮を持ちたかったが、同時に自分の子孫の血統がピュアではないことを心配していた。したがって、宦官がそれゆえに生じた。宦官が大量に使われたのは中国だけでなく、インドに今でも100万人以上の宦官がいる。インドでは数千年前から宦官が使われており、その宦官は数十万から数百万と膨大で、当初は立派なものだった。インドの宦官には、ヒジュラーと呼ばれる固有名を持っています。最古の宦官は、古代のインドのベーダ文化に由来している。当時のインドでは、貧しい家庭の多くの少年が、食べるものも、ままならず、生きるために寺院に送られて去勢され、インド独特の宗教体系に利用されていた。彼らは、神の代わりに幸運を伝え、人々に子沢山を授ける神の使者として知られていたのです。このように、古代インドの宦官は、宗教的なつながりから、神の使いとして尊敬され、厚遇されていたのである。伝統的に、少年は10歳から15歳の時に、正式な宗教儀式で去勢され、ヒジュラと呼ばれるようになる。冠婚葬祭の際に主人を祝福し、邪気を払うことなどが彼らの主な仕事である。彼らは厳格な行動規範を守り、酒や薬物を摂取せず、病院にも行かず、外部の人と友達になることもない。一般に、ヒジュラになるためには、男子は自発的に、あるいは親の同意を得て、年上のヒジュラ人に、家庭教師を頼む必要がある。入門すると、生徒は、マザと呼ばれる、家庭教師に服従と忠誠を誓うことが求められる。ヒジュラは特別な社会的地位のため、家族との関係を断ち、お互い小さなグループを形成すること。そして、いくつかの小集団が一つの大きな集団を形成することが多い。その小さな集団は、マザーと何人、娘で構成され、家族と呼ばれる。彼らは自分たちのグループを母系社会と呼んでいる。最高指導者がいる。ヒジュラの多くは貧しい地域に住んでおり、それぞれが自分の収入をコミューンに渡さなければならず、そこでマザーによって分配される。家族のマザーが死亡した場合、その財産はコミューンに引き渡され、再分配される。ヒジュラーはヒンドゥー教において高い地位にあり、かつては王室や貴族、軍隊のために踊って幸福を祈っていた。社会が発展し、自分たちの階級が複雑になるにつれ、次第に忘れ去られ、見捨てられることさえあった。しかし、農村にはまだ多くの信奉者がいる。インド北部のラジャスタンやグジャラートでは、結婚式にヒジュラが欠かせません。新婚の夫婦に子沢山や幸運を授けてくれる神の使いと信じられている。また、赤ちゃんが生まれたところで彼らの踊る姿も見られます。現代のヒジュラーは、もはや、神の使いのような純粋さはなく、非常に複雑な社会集団に発展している。去勢された人だけでなく、同性愛者、性転換者、インターセクシャルも含まれ、伝統的なヒジュラーのように女性の服を着て自分を女性、ヒジュラー美人とみなすが、伝統にこだわりがない。インドでは騙したり、性を売ったりして生計を立てている人が多いので、人が彼らにあまり良いイメージはありません。中には毎日マーケットを徘徊している人もいます。彼らが店に立ち寄ると、知恵のある店主が金や食べ物を差し出してくれる。彼らは、それらのヒジュラーがまだ法力を持っていると本気で信じていないにもかかわらず、このヒジュラーたちに呪われたくないからだ。結婚や子供のためにヒジュラーを招かないインド人も多いが、お祝いの席ではこの
踊り子たちが招かれずに来ることも多く、彼らにお金や食べ物などを与えないなら、あなたの子孫あるいはこの子は我々のようになる、という言葉を聞くことになるのだ。また、彼らの姿がインドでは多くの風俗店で見かけることができます。彼らは非常にセクシーな服を着て男性に言い寄ることが多く、そのほとんどが同性愛者とのことです。インドの保健当局が行った調査では、ヒジュラーの中にエイズ患者や麻薬中毒者の割合が非常に高く、それが嫌われる理由の一つになっている。彼らはインド社会でユニークなグループです。インドで最も軽蔑、孤立された集団である。彼らは社会の片隅で自分たちの習慣やルールに従って一般人とは距離を置きながら暗く秘密の世界で生きている。彼らの社会的地位は4つのカーストとして認められているより下位の人々だ。カーストの順位上からバラモンは僧侶、クシャトリアは貴族、バイシャは商人、農民、シュードラは奴隷の4階級で構成されている。ほとんどの人は彼たちを避ける。もともと宗教の産物であった彼らは、もはや宗教に支配されることなく、風変わりなライフスタイルを持つ集団として徐々に進化を遂げている。外国人の目に、インドのヒジュラーは事実上、国の同性愛組織に相当し、世界中の同性愛組織とつながりを持つだけでなく、国際レズビアンゲイ協会にも代表を派遣している。今、インドでは、ヒジュラーの多くの方々の努力より、様々な抵抗を打ち破る、社会的に一定の評価を得ている。1998年、インドのマディアプラデーシュで、バラモン教の家庭から出身したシャブナム・マウシは、マディアプラデーシュ州立法議会の議員に選出された。芸術、文化の分野では、ヒジュラと呼ばれる特別な一座を組織し、世界各国からの観光客に伝統舞踊を披露しています。また、ヒジュラ、モデルチームや美人コンテストも数多く開催されています。しかし、ヒジュラのあり方が徐々に注目されつつあるとはいえ、伝統的な国であるインドでは、ヒジュラを神とみなすことはできても、一般人としてみなすことはほとんどできないため、彼らの生存の余地がほとんどないことは間違いないだろう。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。